こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、許すっていうお話をしたいと思います。やっぱりこう、どんどんね、自分にすごい厳しいのって自分自身なんですよね。で、その厳しくしてるからこそ自分が結構苦しくなっちゃうっていうのがあると思うんですね。あの人が悪い、この人が悪いとか、あの出来事が嫌だったとかさ、あるじゃないですか。でもその出来事を許せない自分っていうのがいたりするっていうので、結構自分自身のこと苦しめてたりするから、やっぱり許していくっていうのはすごい大事だと思うんですね。で、そうだな。やっぱりその出来事として大体自分が苦しんでるものっていうのはその許してないんですよね。それを経験した自分自身のことを許してないっていうことが結構あるんじゃないかと思うんですね。例えば私だとするとやっぱりその旦那さんと別居してたことがさやっぱ許せなかったんですよね。この私がまさか旦那さんと今だったらいい話になってるんだけど、この私がまさかそんな経験を人生でするなんてみたいな、なんかそういう経験した自分を許せなかったというかところがあったりとか、だから旦那さんをすごいその時に責めてたり、その時の自分自身のことをすっごい責めてたり、なんかもう私ってとんでもなく、なんて言うんだろう、廃人みたいになってたけど何にもできないんだなって、私の人生こんなもんだなとか、そういうふうに思ってたり、結構長らくの間自分自身のことやっぱり許せなかったかも。うん、もう国際結婚したこととかもさやっぱ許せなかったりとか、そういうことがあったんですよね。でやっぱりなんか見てて過去、例えばほら生まれた家で親に虐待されたとかさ、でやっぱり例えばですけど親にすごいこう大事にされなかったとか、そういう経験があった時にやっぱ親のことを許せなかったり、それをね親のことを許せなかったりとか、その兄弟が許せないとか、もちろんそういうのが分かりやすいんだけど、結構それを体験した自分のことを許せなかったりするんですよ。この自分がそれを体験したっていうその過去が許せないみたいなところがあったりすると思うんだけど、それはねやっぱりねどんな人も精一杯やってるんですよね。自分だって本当に今こうやって生きていながら精一杯やっぱりやってない人っていないんですよ。もう地球で生きるっていうのはやっぱすごい大変なことだから、あの自分自身がこうなんていうの、存在してるだけでも精一杯やってるっていうことで、これはもうみんな周りの人たちみんなそうだと思うんですね。で精一杯やりながらもやっぱりこうもがきながら苦しみながらっていうところをいろいろやってたりするから、葛藤があったりとか周りの人とのこう歪みがあったりするんだけど、やっぱりその人はその人なりに精一杯やっているっていうことがあったりするから、今すぐ全然許さなくてもいいんだけど、認めていくっていう風にしていくといいと思うし、それを体験した自分自身を許していく、認めていくっていうのがな、精一杯やってたなって、自分が精一杯やってたなって自分を許してあげて、あとはできればその時の、何かしてきた人のことをまあなんだ、その人もその人なりに精一杯やってたのかなって、あの今思えたら思えばいいし、思えなかったら全然いいです。憎んだって全然いいと思うし、無理やりいい人にならなくていいけど、その時の自分に対してかな。だから、そこはそれを体験した自分自身を許してあげる、認めてあげる、よくやってきたなって認めてあげるっていう感じだと思うんですね。そうね、許すっていうのはもう本当にこうなんて言うんだろう、自分のことを結局人のことを許せないっていうのは自分のことを許せないっていうことなんですよね。でそれで結構ガッチガチになっちゃうんですよ自分って。なんて言うんだろう、自分に対してのハードルがすっごい高くなるから他の人に対してのハードルも高くなるみたいな、そういう感じだと思いますので、自分に対して許す。でね、許す時はそうだな、もういいかなみたいな感じで許すのがいいような気がするね。あとはブロック解除とかね、その出来事に対していつも引っかかっちゃうとしたら電球の玉みたいな感じで、その許せないと思っている自分自身がいて、こっち側に電気の玉がついていて、こう外してポイとして新しい、許した電気でもいいけどなんかつけて
はあみたいになってるとふわーってなるかもしれないし、まあ、違う感じになるかもしれないけど、これで書き換わっちゃうから、こういう感じでやっていただいてもいいと思うんですけど、とにかく許してあげてください。もうね、本当に地球で生きるっていうのは大変なことですね。存在するってやっぱ結構大変なんですよね。私たちってやっぱ生まれてくる時に自分が何者かわからないで生まれてきてるから、みんなさ、その生まれてから辿ってくんですよね。過去をたどりながら、周りの人に言われたことなどをこうやっぱりだってほら忘れてるから鵜呑みにしながらどうしたらいいかっていうことをみんな模索しながら生きてきてるわけだからね。そうそれをパターンっていうのが結構、まあ、過去世から来るものであったりとか今世の状況っていうのかな、親から言われてることだったりとか、それをまあみんなやっぱりなんていうのかな、自分自身が忘れて生まれてくるから、その辺りをたどるんだけど、そのたどるっていうのが結局その結構間違えてるというか、地球の中のなんていうのかな、出来事としては間違えてることも結構あるから、間違えてるっていうかこう真理ではないってことだね、だからそれを押し付けてきたりとか、この型にがっちりはめるようなことをすっごいこう言われたりとかっていうことが結構あったりするんだけど、その人は例えば人のことだとしたら、その人はその人なりに精一杯それをなんていうの、信じてやってたりするし、自分もそうなんですね、みんな同じだから、まあ、とにかく全ての出来事に対してそんなにもうこだわらないで許していく、緩めていくっていう感じにしていくと、自分が本当に楽になると思いますね。許せない人とかがいると、あとその許せない出来事とかがあると、すっごいね、ガチガチになるというか、なんて言うんだろう、結局さ、硬くなってるってことはなんて言うんだろう、枠があるっていうことなんだよね。それでこう緩んでるっていうことはなんかもう広がってるというか、まあ、変性意識であったりなんかそういう感じになると思うから、許していくっていうことをなんか意識的にやっていくといいと思うんですよね。私とかだとだから憎い人とかがいたんですよね。義理のお兄さんのこととか本当に憎いなと思ってて、だってインドの人だけどね、私の人生の10年以上ゲストハウスを建てるっていうことで、別にその人はすごい悪かったわけではないけど、なんかほら自分がそんな体験したっていうその十何年ぐらいのもう返してみたいな、なんかそういう意識があったりとか、許せないっていうその人に対して思う気持ちもあったし、あとはその自分がそういう十何年を棒に振ったような感じですごいこう自分自身がやっぱ悲しかったよね。許せなかった、自分のことも許せなかった、それを体験した自分も許せなかったというか、何だったんだろうみたいな感じだけど、今はやっぱ許してるし、いい経験になっちゃったな。これはいつぐらいか許したんだろう。でもやっぱり自分が柔軟になってきたと思うんですよね。いろんなことに対して柔軟になってきたから、なんかいつの間にかも許そうかなっていう感じになってったな。気にしない自分自身になっていったっていう感じ。でもやっぱ結構書き換えをやりましたね。そうだから緩んできたから許せるようになったっていうところがあるから、やっぱりそのガッチガチの時は自分の体も苦しかったし、考え方の癖がすごい入ってたから、許さない、自分も許せなかったし相手も許せなかったし、だから苦しかった、すっごい苦しくて、いつもなんかギリギリ、なんていうのかな、魚が水があって魚がこうアップアップするじゃないですか。今息ができないみたいな、そんな感じで、はぁみたいな感じでこう息ができない風なんですよね。苦しいんですよ。なんか呼吸が浅いっていう感じ。でも今は本当に呼吸深いな。そうだから許すっていうことを意識的にやっていただくといいと思うんですよね。あの精一杯やっていない人はいないんだよね。自分の過去を見てみても、どんな時もなんかこう緩んでる時も頑張ってる時もどんな時もやっぱりなんか一生懸命じゃないですか。なんかみんなそうだと思うんですよね。いい加減なんだけど、いい加減だったりするんだけど、いい加減なことも一生懸命だし、真面目なことも一生懸命だし、うん。
とにかく精一杯生きてる、存在してるだけですごいことですから、許していくっていうことを、やっていくといいんじゃないかと思いますね。このあたり、だから小さい頃のこととかかな。この自分がそんな体験を幼少の時にしたなんてとか、私もあるよ。なんか、よく思い返すとそういうのあるけど、でも許してるな。最善になったなとか、あの、屈辱とかもね、あるよ。あるけど、やっぱり許しちゃったな。こだわってると苦しいんですよね。だからそういうこだわってる自分がいるってことは考え方の結構癖があったり、これはね、思い癖というか執着があるっていうことをやっぱ認めなくちゃなんですよね。そこに対してこだわってるってことは執着してるってことだから、自分のペースでいいですから、でもそこに意識がずっと向いてると苦しいのは自分なんですよね。そうっていう感じになると思うから、そのあたりをこうやっていただくといいんじゃないかと思いますね。わかったかな。今はね、本当にこう、特にさ、今コロナとかあったりするし、いろんなことがさ、やっぱり周りの人の状況とか、結構イライラしてる人がいたり、不安になってる人がいたり、これから自分でもどうなっちゃうかなって思ったりとか、いろんな気持ちになると思うんですよね。なるべく本当敷居を下げてあげて、高い敷居というか、自分が自分に対して厳しかったりとか、なんていうの、ハードルを高くしてると苦しいのは自分だから、本当にもう地面まで自分のハードルを下げてあげて、どんどん許していく。うん。だって本当にこう宇宙から見たら最高最善なんですよ。みんな素晴らしい存在ですから、憎いあの人だって最高最善の存在なんですよね。誰もの、一人一人の中に創造主の意識が入っていて、最高最善の存在なんですよ、一人一人が。だけど、みんなそれぞれ体験したいことが違うっていうことだから、やっぱり自分のことに集中するっていうのが大事だと思います。許ましてあげてくださいね。許していく。許すっていうことは、実は一番難しいようで簡単で簡単で難しいように感じることなのかもしれないけど、楽になると思いますので、ぜひやってみてください。はい。ではまた撮ります。ではでは。